皆さん、こんにちは。中学校1年生の皆さんが受験する令和10年度入試から大阪府の公立高校入試が変わります。この動画では一般選抜全日制の課程の入試について説明します。高校は学ぶ時間帯や学び方、学ぶ内容によって様々なタイプの学校があります。その中で全日制の課程とはどんな学校でしょうか。高校のうち毎日通う学校で中学校と同じ昼間の時間帯で学び、3年で卒業する学校を全日制の課程と言います。高校では中学校までの学習をより専門的に深く学んだり、様々な分野を広く学んだりするため、学科やコースがあります。入学した学科やコースによって学ぶ内容は異なります。このうち総合学科のエンパワーメントスクール、ステップスクールは別の動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。また、大阪府の公立高校には様々なタイプの学校がありますが、それぞれの高校がどんな学校なのか、何を大事にし、どんなことを目指しているのかをスクールミッションとして定めています。そして、そのスクールミッションをもとに、こんな力をつけて卒業してほしい。そのためには、こんな学びをしてほしい。そんな、うちの高校にはこんな生徒に来てほしいという学校の方針、スクールポリシーを定めています。皆さんには、こんな勉強がしたいな、こんな高校生活を送りたいな、将来こんな大人になりたいなというイメージはありますか？今はまだわからなくても、これからそんな思いが出てくると思います。皆さんが高校を選ぶときには、スクールポリシーにある高校が大切にしたいことと、皆さんが大事にしたいことがしっかりと合うように選択してほしいと思っています。公立高校それぞれのアドミッションポリシーは、大阪府教育委員会のページや学校検索サイトエラボから見ることができますので、ぜひ調べてみてください。それでは、全日制の課程の入試について具体的に見てみましょう。一般選抜の全日制の課程は3月に試験を行います。続いて入試の仕組みについて説明します。合格者の決定方法として、各高校が独自に定める学校特色枠による第一手順と総合点による第二手順があります。左側の図をご覧ください。第一手順では、学校特色枠に応募した志願者の中から各高校が求める生徒像に合致する生徒を優先的に合格とします。その後、第二手順として総合点順に合格者を決定します。それでは、第一手順の学校特色枠について詳しく見ていきましょう。ところで、学校が求める生徒像って何だろう？先ほど説明したアドミッションポリシーのことですね。学校特色枠は、各高校がアドミッションポリシーを踏まえ、学校の取り組みや学科等の特色に応じて最大3枠設定します。試験方法は、学力検査、調査書、面接、プレゼンテーションなど、高校によって異なります。学校特色枠は、希望する人が受験し、受験できる学校特色枠は1つです。それでは、学校特色枠の例を見てみましょう。この学校では、特に求める具体的な生徒像として、福祉コースを志望し、主体的に学習に取り組み、学んだことを実践しようとする生徒を募集しています。そして、
福祉コースに関する意欲・関心を学力検査や作文で測り、作文の評価を重視して合格者を決定するとしています。このように各高校がそれぞれの特色に応じた学校特色枠を設定します。令和7年の秋頃には各高校の学校特色枠を公表する予定です。福祉の分野に興味があるから応募しようかな。次に第二手順について詳しく見ていきましょう。学校特色枠に応募しなかった人や学校特色枠で合格となっていない人を対象に総合点順に募集人員を満たすように合格者を決定します。第二手順で使用される総合点の算出について説明します。総合点は学力検査の成績と調査書評定の合計を組み合わせて算出します。学力検査は原則として5教科を受験します。各教科の点数は90点満点で合計450点満点です。国語、数学、英語の3教科は A、B、C の3種類の問題のうち高校が決めた問題を解くことになります。A は基礎的問題と共通問題、B は標準的問題と共通問題、C は発展的問題と共通問題というように出題されます。また、英語検定のような英語資格を持っている人は、当日受けたテストの点数と画面の表にある読み替えの点数を比較して、高い方の点数を英語の点数として採用します。次に、調査書の評定についてです。調査書の評定は、中学校3年間で学んだ各学年、各教科の学習の評価を5段階で表したものです。9教科に対して1年生、2年生は2倍、3年生は6倍し、合計450点満点に換算して活用します。総合点は、学力検査の成績と調査書評定の合計に、各高校が選択した倍率のタイプをかけて算出します。例えば、タイプ1を選択した高校では、学力検査の点数を 1.4 倍、調査書評定の点数を 0.6 倍して合計します。なお、実技検査を実施する学科においては、実技検査の点数を加えます。第二手順では、このようにして算出した総合点順に募集人数を満たすよう合格者を決定します。学校特色枠に応募した場合、試験の日程はどうなるのかな？学校によって異なります。試験の日程について説明します。1日目は国語、数学、英語、理科、社会の5教科の試験を受験します。これは志願者全員が受験します。2日目は学校特色枠の試験の日です。各高校が設定した試験、例えば作文や面接、プレゼンテーションなどを受験します。これは学校特色枠に応募した人だけが受験します。なお、体育に関する学科や音楽科、芸能文化科など実技検査を実施する学科を第一志望学科とした人は全員2日目に実技検査を受験します。学校によっては2日目がない場合もあります。さっきの学校だと学校特色枠に作文があるから2日目も試験があるね。ここまでの流れをまとめると次のようになります。まず、どの学校がどんな学校特色枠を設定しているのか調べてみてください。そして、各高校の求める生徒像をしっかりと読み、自分のやりたいことや興味があることと合っているという人は
ぜひ学校特色枠に応募してください。出願から合格者の判定までの流れはご覧の通りです。ここまで一般選抜全日制の課程の入試について説明しました。他の高校の入試の方法については別の動画で説明しています。ぜひ他の動画も見てください。